ファッション流通科2年生の鈴木千奈です。今日のコーディネートはショートパンツにフリルのブラウスにレースのジャケットを合わせました。ドレスコードが今日は白なので全身を白でまとめてポイントでゴールドを入れてます。これがジュエティで、パンツがザラで、トップスは古着です。私は基本的に古着が好きで、下北とか原宿とかでよく買い物します。きっかけは服が好きな友達がいて、その子を見ていると自分も元気になるなって思って、そこから服を着るのが好きになったし、見るのも好きだし、作るのも好きになりました。高校の時に服飾をやって楽しかったのと、あと将来スタイリストになるために文化服装学院に来ました。雑誌とかテレビとかで活躍されるようなタレントさんとか女優さんとかのスタイリングをしたいです。友達と写真とかいっぱい撮ったりできて、いつもより楽しい一日でした。笹原舞葉で流通です。今日はドレスコードが1年生は赤なので、古着屋で買った赤いワンピースにコンバースの長いブーツを合わせました。もともとこのワンピースはお気に入りで着ようと思ってて、でちょっとドレッシーなので、そこにスニーカーを合わせたら可愛いかなと思ってスニーカーを合わせました。ヘアカラーはちょうど学校の遠足でドレスコードを決めてみんなで行くんですけど、それがうちの班がパンクだったので、パンクっぽいヘアカラーにして、それでそのすぐ後にドレスコードが赤って決まってちょうどいいなと思って。母も洋服が好きで、小さい頃から母の影響で洋服が好きで、その時にもう小学校ぐらいから母に文化があるよって教えてもらって、本当に小学校ぐらいからずっと文化に入りたくてやっとです。将来の夢はいずれかはバイヤーになりたいです。教室朝入った瞬間、みんな赤で、いや本当に面白いなって思ったのと、これでも気合い入れすぎかなと思ったんですけど、みんなもっとすごい人とかたくさん刺激になって、自分も次はもっと気合い入れようかなって思います。ファッションモデルコースに所属しております沼倉とわと申します。普段は黒ばっかり着るので、かなり白を取り入れることに苦戦したんですけど、たまたま白のウエスタンシャツがあったので、それを合わせるのとなかなか難しかったので、あとは結局黒にしました。この白いシャツは古着で、ベストとハットとパンツはエディ・スリマンの時期のディオールオムになります。でシューズはこれもエディ・スリマンの時期のサンローランの靴になります。エディ・スリマンさんがすごく好きで、自分が結構音楽のロックが好きで、そのロックな要素を取り入れているブランドデザイナーさんといったらやっぱりエディ・スリマンさんと思うので、あとはナンバーナインの宮下隆弘さんも好きですけど、一番はやっぱりエディ・スリマンさんが好きです。やっぱりファッションモデルコースに入っているんですけど、ファッションモデルになるためです。将来の目標は海外で活躍できるファッションモデルになることです。ドレスコードはあんまり苦手です。島崎まりです。ファッション流通科です。勝田桜子です。ファッション流通科です。今日はスニーカーとかこのバッグとかカジュアルにして、これはゴミでできたバッグなんですけど、エコだしいいかなと思って、どれこが赤なので全身赤でいきたいなと思って、でこれはさっき2年生のファッションメイクアップコースの方にやってもらいました。チェックのスカートが欲しくてネットで買ってみて、カジュアルにしたかったのでスニーカーとかにしてピクニック行けそうな感じにしました。この赤のフリルのワンピースに合わせて、フリルの襟と赤ちゃんみたいな帽子を合わせました。赤に合わせてさくらんぼとリボンをつけました。
入学したきっかけは最初は美容師になりたかったんですけど、両親にカットだけできる美容師はいくらでもいるからって言われて、だから文化に入ってファッションメイクアップコース2年目なので、それで学びたいなって、服とヘアメイク両方できるようになりたかったので入学しました。高校の頃から服飾の学校に行ってて、もっと詳しく学びたいなって思ってきました。将来の夢はヘアメイク系のお仕事がしたいです。将来はモデルとかになって自分のブランドを持てたらいいなって思ってます。1年生は結構赤上半身だけとか多かったんですけど、2年生はほとんどの方がもう全身白で、さすが2年生って思いました。1年生の赤いドレスコードでも可愛い系からかっこいい服着こなしてる子とかもいて可愛かったです。杉本さくらです。ファッション流通科です。佐藤みなみです。ファッション流通科スタイリストコースです。今日は全部ハンドメイドのコーディネートです。リボンでまとめました。これもハンドメイドです。好きなものを詰め込んだ。テーマは新郎に逃げられた花嫁みたいな感じで来てこれも靴もシーインで、これはサンキューマートで、靴はファーを自分で縫って付け足しました。スタイリストになりたくて、でここにスタイリストコースがあるので文化に入学しました。私は大学と迷ってた時にコロナ禍でいろいろな取り組みをしてたのが専門の方だったので、中島さくらさんに憧れてスタイリストコースに入りました。将来の目標はとりあえずスタイリストになりたいです。将来の目標は自分のファッションを伝えられるような表現者になりたいです。さすが文化だなって感じで、すごい私も見てるだけで楽しかったです。一色なのにいろいろな型の組み合わせがあってすごいなって思ったのと同時に、自分もまだまだ頑張らなきゃなっていう気持ちになりました。楽天です。ファッション流通科に通っています。今日はドレスコードが赤っていうことなんで、やっぱ一番目立ってやろうって、一番派手でいってやろうっていう感じで、家にあった派手なものを着てきたって感じですかね。原宿のドッグっていう店でいつも買っています。きっかけは中学の頃にやっぱりだんだんと服に興味が周りが出てきて、もうそれに絶対負けたくねえなって思って派手な服を探してたらもう行き着いたんですね。やっぱり服が好きで、とりあえず文化が一番有名かなと思って来ます。将来の夢はやっぱり原宿で有名になってドッグで働きたいです。きっかけは YouTube で1回拝見して、それでインスタに飛んでみたら、もうなんだこれって、かっこよすぎるって思って、店長さんや店員さんが、そこからですね。文化もっと派手だと思ったんですけど、ちょっと控えめかなって思って、やっぱ自分が一番派手かなって思います。ファッション流通科のリテールプランニングコースの柿渕桃乃です。同じくファッション流通科のリテールプランニングコース渡来美優です。今日は白のドレスコードだったので、白のワンピースだけだとちょっと寂しいので、このシースルーのトップスとベストを合わせてちょっと個性的なコーデにしてみました。このワンピースはザラで、ベストとシースルーのトップスは KBF っていうところです。靴はチャールズ&キースのものです。私いつもカラフルなのを着るので、なんか白って慣れてなくて、なんでレイヤードをいっぱいして組みました。これ自分で作ったやつなんですけど、ベストにワンピースとこのポピーっていうブランドのトップス合わせてレースで合わせました。バッグもなみなみで白で合わせました。入学したきっかけはスタイリストさんになりたくて入学しました。私は自分のブランド持ちたいなって思って入学しました。
今 SNS 活動をしていてインフルエンサーの活動をしてるんですけども、その活動を頑張りつつ自分のブランドを将来的に立ち上げたりだとか、TikTok で一重メイクも発信しているので、そのメイクのブランドも立ち上げたいなって思ってます。私は最初やっぱブランド持ちたいと思って入ったんですけど、去年先生に教師向いてんじゃないって言われて、文化で先生をやろうかちょっと迷ってます。文化はやっぱり個性豊かな子が多いんですけど、一人一人フリルだったりだとか、あとレイヤードだったりだとか、本当に違ったファッションが見れて、本当に見てるこっちも楽しいし、ファッションに敏感な子たちが集まってるなって改めて思いました。同じ白でもいろんな合わせ方してたり、いろんな系統あったりして、もう見てて楽しいし良かったなって思いますファッション流通専門課程ファッション流通課長島十和子です。ファッション流通専門課程ファッション流通課吉田美奈です。今日のコーディネートは中華風でまとめて全部メルカリでコスパよく揃えてみました。今日のコーディネートのポイントは、大好きなブランドのリトルサニーバイトのアイテムを多く使って形をふわっとさせたイメージで揃えました。私が文化服装学に入った理由は、私今22歳で大学4年間行ってからここに来たんですけど、大学生の時に病気になって、でその中で私の希望になったのがファッションで、それで文化服装学院に出会って入りました。大好きな芸能人のペコちゃんという方がいて、その方は自分のブランドを前まで持っていて、服で人を幸せにするような服を作っていたので、自分も服を通して人を幸せにしたいなと思って入りました。将来の夢は、私にとってそのファッションが希望だったように、人生に絶望している誰かにとって希望を届けられるようにファッションを通して何か活動したいと思っています。将来の夢は服を通して誰かを笑顔にできるような仕事に就くことです。ドレスコードっていうのを初めて体験して、みんなで一緒の思い出を作るっていうのがすごい気分が上がるというか、すごい楽しいです。一部にその色を入れてたり、全身だったり形が違かったり、もう人それぞれの個性が出てて、すごい楽しいなって思いました。学部はファッション流通科モデルコースの井ノ口慎之介です。コーディネートは下北沢で買ったセットアップに原宿の古着屋で買ったシャツを合わせました。靴も古着でウエスタンブーツですね。これもともと成人式の時に買ったもので、あんま着る機会がないんで、こういう時に着ようかなと思って今日これを着てきました。好きなブランドとかがなくて、常に古着を着てます。髪の毛は2年間ぐらい同じ美容師さんにやってもらってるんですけど、自分がテンション上がるような髪の毛をいつも美容師さんにはしてもらっていて、こだわりというよりは美容師さんが提案したものは絶対似合うなっていう自信もあるんで、そういう感じで、明るい色をやってます。ネイルオレンジやってるんですけど、ネイルも自分のテンションが上がるのでやっていて、今回オレンジにしたのも5月なんで自分落ちちゃうんで明るくいきたいなと思ってオレンジにしました。人が多いのでいろいろな刺激をもらえるなと思って入学しました。将来は最初はアパレルに行こうかなと思ってたんですけど、最近は何かを作りたいなと思ってて、音楽を作ったりしてて、明確には決まってないんですけど、人の心を動かせるような人になりたいなと思っています。ファッション流通科の阿部心です。同じくファッション流通科の上野ことです。ドレスコードが赤だったので、赤と黒だと締まりが見えるかなと思って、トップスはジュエティのビッグリボンがついてるもので、ボトムスが地元のヴィンテージショップでスラックスを買ってで、これは古着屋さんで買ったんですけど、入浴場で買ったスカーフをリボンなのでリボンを一緒につけてみたのと、バッグはコムデギャルさんのバッグで、靴はドクターマーチン。
赤の服はあんまり持ってなかったので、探しに行った時に渋谷のニューヨーク城でこのワンピースを見つけて、もう一目惚れして買ってしまったんですけど、それに合わせるってなった時にこのワンピース一つだとちょっと締まりがなかったので、同じドットのベルトでちょっと締まりをつけて、後のものもブラックでまとめてみました。もともと文化のことは存じ上げてなくて、私のお友達が文化に今行ってるんですけど、そこで文化の存在を知ってどんな学校なんだろうと思って調べてみて、ここから同じ好きを共有できるのが一番文化だと有名っていうこともあって、一番自分を高められるかなと思って、それで文化を選びました。私はもともとはスタイリストになりたくて、それでファッション専門学校を探していて、文化は今回みたいなドレスコードとかっていう他にはない行事もたくさんあるし、刺激をたくさん受けてもっと上に行けるなと思って、で今スタイリストになろうかっていうのはちょっと入学してから悩んでいる部分であるんですけど、深いところまで学んでいけるので文化に入学しました。将来はまだ決まってなくて、で今日この2年生がこういろんな展示物とかしてたんですけど、それでリテールがすごい気になって、で私は将来 YouTube とかそういうのもやりたいなと思ってて、私身長が低いので同じような悩みとかコンプレックスを持ってる人とかにこうやって着こなしたらうまくいくよとか痩せて見えるよっていうのを YouTube で紹介したり、そういうのが夢です。私はスタイリストにもともとなりたくて入学したんですけど、入学してからまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、いろいろ授業を受けてきたり、周りの環境を見て、スタイリストよりもお店側のビジネスの方にも興味が湧いてきて、その中で今回の展示を見て、リテールプランニング科が展示の中で自分たちで一からブランドを立ち上げてっていう展示があって、それにすごく惹かれてリテール系の方に進みたいなと今思ってます。ドレスコード赤って言われた時にみんなすっごい全身赤で来るって思ってたんですけど、こうみんなうまく組み合わせてて、赤でもいろんな赤があるなと思って、ワインレッドみたいな大人っぽい赤からすごいポップな赤まであったので、すごい見てて楽しかったです。文化のドレスコードが今回が初めてだったので、どんな感じなのかなと思ってちょっと不安はあったんですけど、みんな個性豊かで、それぞれチェックを合わせてる人もいれば、全て真っ赤だけどでもまとまってるみたいな人もたくさんいて、すごく刺激を受けました。名前が工藤光陽と言います。ファッション流通科の2年のリテールプランニングコースに通ってます。今日はドレスコードで白っていうことなんで、自分はあんま白いアイテムそんな持ってないんで、その中から少ない白のトップスと、あとローファーと、地味なんですけどデニムがちょっと白いペイント加工されてるんで、そういったものを選びました。まず靴がマリアーノで、デニムが普通に古着の多分501のリメイクみたいなやつで、トップスがジュベナイルホールロールコールというすごい長い名前のカンナビスとかで取り扱ってる日本のブランドですね。本格的に好きになったのが多分高校生とかで、自分過去に留学してたんですけど、最初は帰国子女枠で大学行こうかみたいな迷ってたんですけど、大学行った先に特にしたいことなかったんで、それなら好きなことをしたいなってなって文化に来ました。一応入学当初は自分のセレクトショップ持ってバイヤーになりたいなと思ってたんですけど、最近ちょっと曖昧で決まってないですね。でもバイヤーしたいなって思ってます。去年は結構オンラインも多くて対面が今より少なかったんで、ドレスコードも実質1回あったんですけど、自分はどっちかというと、例えば今日白だったらアイテム1つ白とかなんですけど、みんな結構全身その色で揃えたりしてて、すごいレベル高いなって思ってます。直井春人、文化服装学院流通科の1年生です。宇多部健太郎です。流通科1年です。今日のテーマはドレコが赤だったので、髪の毛オレンジだったので、ちょっと毒キノコ感を出していこうかなみたいな感じにしました。メガネとこのベストは古着で、パンツはストックホルムで、靴はボッテガです。
ドレコが赤っていうことで、唯一持ってたのがこのクリスチアーノ・ロナウドのユニフォームだったんで、それを着てきたっていうのと、パンツが高校生の時に買ったワイズのパンツと、あと靴がプラダです。僕はもともと肩ぐらいだったんですけど、髪染めようって思って、あとなんか似合う髪型を美容師さんに言ったのと、バッサリ行きたいのが混ざってこうなりました。自分ピアノ弾くんですけど、x ジャパンの YOSHIKI さんに憧れてて髪を伸ばしてて、で、彼が先週髪を染めるってことだったので、家にあったカラー剤で母親にやってもらいました。文化に入ろうと思ったのはちょうど高3の時なんですけど、スタイリストになりたいと思って入学しました。で、今は入ってみてリテールプランニングコースにも進みたいなと思ってます。もともと自分大学に1年間行ってたんですけど、大学を辞めたくて、その理由をまず探すことから始めて、本当にやりたいことっていうので考えた時に文化服装に入りたいなっていうのが一番の理由でした。将来の夢はマルチに働きたいと思ってて、モデルとかバイヤーとかプレスとかスタイリストもできたらいいなと思ってます。将来の夢はプロスノーボーダーになることです。去年からスノーボードを始めて、スノーボードとファッションを絡めていけたらなっていうふうに思ってます。みんな赤がテーマだったんですけど、パンチ効いてる服装してる人が多くて、結構刺激受けました。赤普段着ない人とかも着てて新鮮でした。平山春菜です。リテールプランニングコースに通ってます。アレキサンダー1のこのジャケットを使いたかったので、ちょっとセットアップっぽく合わせて、中はちょっとかっこよくパンクモードな感じで決めました。黒が多くて、結構モードだったりパンクとかのかっこいい女性みたいなスタイリングが好きなので、よく黒を着てます。唯一あったのがこのジャケットとスカートだったので、でもかっこよく決まったと思います。もともと部活をすごいずっとやってたんですけど、唯一の楽しみがおしゃれをすることで、ファッションで有名な学校って言ったらやっぱり文化だったので、入学したいなと思って入りました。今はスタイリストになるのが夢です。自分が着れないようなフェミニンだったり、可愛らしいスタイルだったり、ボリューム感のあるシルエットだったり、見ててすごい刺激受けるというか、面白いなって思います。